それではですね、磐梯吾妻レイクラインの方に入っていきたいと思います。中津川渓谷まで8キロ、ここが、磐梯吾妻レイクラインという道路になります。猿に餌を与えないでくださいという看板もありました。野生のね猿が出てくるそうです。ここから福島まで54キロなんですね。もう福島市に入ってしまう勢いなんですが、私はねまだ2日間会津若松にいまして、ゴールドライン、レイクライン、スカイラインと走りたいっていうのはありまして 2日間取ったんですが、あれですよね、結構2日間取ったんですが、走りというよりかは観光になりそうですね。ここがレイクラインですね。ゴールドラインとの違いは、もうゴールドラインは完全な山道を走ってるような感じなんですけど、レイクラインだと右に秋元湖ですかね、左に小野川湖ですかね、湖に囲まれているので、この生えてる木なんかもなんか違った感じがしますけれども、やっぱりこの湖の周りっていうのは雰囲気がちょっと違いますよね。鈴風峠なんですかね、ここはね。前も後ろも車両が見当たらなくて、自分一人はね走ってるような世界観ですけども、非常に気持ちがいいです。
か途中途中で撮影スポットというか、ちょっとね駐車して景色を見れるスポットがあって、皆さん止めてたりするんですけど、どうしてもねこの撮影走ってる時に撮影してるとどうしようかなって一瞬迷うんですよね。で結局通り過ぎてしまって写真が撮れずみたいなことが結構あるので、すごいね景色良さそうなとこあったんですけどね、通り過ぎちゃいました。ここはヘアピンですね。ここが中津川渓谷なのかな。